ではおはようございます。よろしくお願いします。今日は、緑潤会としての初めての研究会を開きたいと思いまして、皆さんにお声をおかけしました。常々、実地のお稽古の中でお話ししてます通り、養出法っていうものを非常に大事に考えておりますが、非常に大事にというよりは絶対なくてはならないものでございますね。それを実地の勉強の根底になるものっていうものを、祖職という人の祖東馬っていう人の、書論から取って私はお教えしてるわけですけれども、それをこの度は文面として、お話を聞いていただければありがたいかと思います。それでですね、今日のプリントのタイトルは「書は何をもって芸術となりうるのだろうか」。どうでしょうか。書はどこかでみんな芸術だと思ってると思うんですけれど、なんで芸術なのか、何でもいいのでどうぞご遠慮なくお話ししてください。美しい。うん。美しい。どう美しい？形がバランス取れて綺麗な。形がね。はいはいはい。美というものに対してまず形は大事。そしたら、形だけ他の方何か意見ありますか？うん、感動するものね、はいうん、何をもって感動する？泉質、うん、泉質、はい。何でもいいので、遠慮しないでいろんな意見を聞きたいと思います。線の強弱、泉質いうことね。うん、他には？みんなだいたい実地の稽古の中でなんとなく分かってもらってると思うんだけれど、今日はあえてそれを言葉として文面として捉えてね、もっとこう確実になる美の世界っていうものを知った上でお稽古していただいたらよりちょっと違ってくるかなと思うんですね。それで、じゃあ芸術とは何かっていうことをお話ししたいと思うんですけれども、いわゆる、ネットで出てきますウィキペディアによると、表現者あるいは表現物と鑑賞者が相互に作用し合うことなので、精神的感覚的な変動を得ようとする活動、要するに心が動くものということですね。それで、書とは関係ないように思いますが、これを芸術として捉えるなら、西洋の近代画ですね、キャンパスのいわゆる平面のキャンパスに、どうやって3次元4次元の世界を求めたのかっていうことなんですけれども、まず平面っていうのは縦と横ですね。それからそれが2次元の世界、平面的っていうのね。で今度は3次元の世界っていうと、そこに奥行きが入りますね。縦横奥行き深さっていうものが入ります。そうすると3次元、いかにも平面の紙なりキャンパスなりに書いたものがいかにも
生きて動くように立体のものを作り出すっていうことなんですね。それが西洋の近代画の場合はいわゆる遠近法というものによって、これは空気遠近とか線遠近とか、私はそんなに詳しく分かりませんけれども、要するに平面に立体の世界を作るためにいかにも生きてるように、いかにも木々が本当に生きてるように、人間も生きてるように、空気感も生きてるように、要するに生きるっていうこと、それを目指すがためには、西洋の近代画っていうのはいわゆる遠近法を駆使したわけですね。そうやって、なんて言うんでしょうかね、感動を与える技というものがあったわけです。その技というのは技術っていう言葉を持っていただきますと、ここにはその技術っていうのは、書いてないでしょうかね。技術、芸術の術は術、方法なんですね。方法があったわけです、西洋近代画は。ところが書は、本当は中国の古代からその方法があったわけですけれども、今や、日本では多分ゼロに近いと思います。それから中国ではじゃあみんながそうできるのかというとそうではありません。この正統的様質法っていうのは隠れた存在で秘密裏に伝えられて、いわゆる秘技なんですね。秘密の技、秘技なんですね。そうやって、中国ではもちろん今も2000年3000年経った今も、きっちりと伝えられております。で、私は皆さんもご存知のようにちょうど今から30年になりますかね、前に、中国人の周志功先生という方に出会いまして、その筆法っていうものが今まで見たこともない素晴らしいと言いますか不思議な世界だったわけですね。それに惚れ込みましてひたすら臨床をやってまいりました。でその中で、いわゆる普段の稽古の中で心気骨肉血と2枚目のプリントにですね、心気骨肉血っていう東和論序のことを書いておりますけれども、それを、ひたすら訓練することによりまして、筆が気のエネルギーで動くようになり、自分の肉体っていうものが精神も含めまして、いわゆるタオの世界、タオっていうのは道です。道路の道です。道の世界。そのタオっていうのは、ここから、福山駅へ行きましょうという道ではございませんね。どの道でしょうかね。道というと平面的などこどこ行きましょうという道ですけれども、タオと呼んでいただければどういうふうに思いましょうかね。そうすると平面的っていうのはこの平面ですよね。タオの世界っていうのは縦の世界。ね、縦の世界ですね。人間はほとんどの人たちが頭のてっぺんから上は何もないと思っておりますけれども、きっちりと道っていうものがあります。それが目に見えないもので、それで、このプリントの順番の通りに私はお話はしませんので、あっち行ったりこっち行ったりしますけれども、その形而上世界、目に見えないものの頭の上からの天につながる存在っていうのが形而上世界、目に見えないものですね。それは今の時代は少し目に見えないものがあるんじゃないだろうかっていう世間的にそういうことが起きてきてますけれども、今から30年前は気の世界とかタオの世界言っても通じなかったように思いますね。手がビリビリするのよとかって言うと怪げな顔をされました。もっと変な意味に取られたこともあります。でそれでもうこれは言ったらなんて言うんでしょうかね、ちょっとおかしいと思われるのかなっていう時代がしばらくありまして、で今
約30年経ってようやく木っていうものが世の中に受け入れられる時が来ましたですね。でそういう意味では西洋の近代が科学技術っていうものも皆さんご存知の通り、世間的に少し影が差してきております。もう終わる時代かなと思っておりますね。それで新しい時代21世紀が来てるんだということのように思うんですね。で人間の技科学技術っていうものの他に目に見えない何かしら勝手に動かされてる世界っていうものが必ずあるわけですね。我々の人間の誰しも勝手に声が出ますし、もちろん声が出ない方もご病気で出ない方もありますけれども、いわゆる声というものは勝手に出る。歩くことも勝手に歩けるようになってる。食べたものが胃に入って、そして、骨になり血になり肉になって消化して、そのカスがですね下から毎日出るようになってる。これは人間が作ったものではないわけですね。勝手にやらされてるわけですね。でそれが私はちょっと違和感があるかもしれませんが、そういう自分の作為的なものではないっていうのが自然っていうことで言ってもいいのかなと思います。そうしますと、自然体で筆を持って書きますね。そして、形而上世界の自分の、足から体を通しててっぺんの百会からその上目に見えないもので天の一点までつながっているという、そういう感覚の中で、この書をやっていただいているわけですね。そうしますと勝手に筆が動き始める。そうしますといわゆる奥老根の世界ということになるわけですね。でその奥老根の世界というのは老相思想、老思想思のいわゆる無意自然。無意自然は、無ですね。ない。それから意はため。そして無意自然。こういうふうに作ろうという人間的な技ではないわけですね。そういう中での書っていうものが本物の書だということだろうと思います。もちろん非常に深く高いものですから、私自身が、こんなふうに偉そうに喋ってますが、本当のところは本当にどうでしょうかね。全体の1割も本当のところが分かってないんじゃないだろうかと反省をしながらのおしゃべりをしておりますけれども、そうやって、いわゆる技術術っていうものを持って書っていうものは、芸術となりうるんだと。その術が、西洋の場合はいわゆる遠近法であり、書の場合は洋筆法であるわけですね。法というのはいつの時代もどんな時になっても絶対変わらないものですね。この時の法則はこうですよ、こっちの時はこうですよっていうことはありえないわけです。一本のきちっと決まったものが通ってるわけですね。それが法則、数学で言えば方程式ということですね。その洋筆法を駆使して、そして、書というものを習い、それから、書というものはただ字の形を太さ、細さ、線の方向とかそういう形を習うものではありませんね。一つの塊として書というのは本来言葉を書き記すものですから、ありがとうって書くときに、例えばあり、漢字であり、ゆうっていう字を書きますときに最初の斜めの払いのところはこんな風になって、次の横線は短いのかな長いのかなとかって考えながら言葉を書き記すことはありませんね。必ず一つの塊として書き記すわけですね。でその書き記す時に筆がピシッと立ったまんま動くっていう、その
指先とか手首でこねくり回してやるんではなくって、一つの言葉として書き記すことができるようになる。そのために筆というものは、訓練をしまして練習をしまして筆を使えるようになる。そういうことですね。筆使いですね。それを、中国のその諸頭馬の理論によって、心気骨肉血の五者をお教えしているわけですね。話が前後してますが、どうでしょうか。何かここまででご質問がありましたらどうぞ。よろしいですか。はい。それでですね、その前に芸術とは何かっていうところに少しちょっと立ち返りますが、YouTube の書の原点に立ち返ろうっていう私の YouTube がありますが、そこの中で書の歴史っていうものをお話ししておりますね。本来書は墨線でありました。漢字は甲骨に刻まれ、青銅器に鋳込まれ、そして石に彫り込まれました。石に直接書き、刀で彫ったわけですね。本来立体だったわけですね。そうして、西暦100年には中国ではいわゆる筆、紙、墨っていうものができまして、ここに文房四法でいうと筆見紙墨、筆紙、筆すずり紙墨ですね。筆見紙墨っていうものもあるわけですけれども、一応西暦100年には紙ができました。それまでは紙がないから、だから甲骨に刻まれて青銅器に鋳込まれて、そして石に彫り込まれたわけですね。そうしてるうちに紙っていうものができまして、筆も現代の形になったのがだいたい西暦100年と言われています。で、この西暦100年には中国では説問開示という辞典が、9800字でしたかね、辞典がもうすでにできておりますね。説問開示は日本の漢和辞典の元になるものです。そのくらい今からもう2000年前には完成してたわけですね。そして、何もかもが出来上がりまして、中国人は、それまでを石に刻むっていうことは石に直接書いて彫ったわけですね。ところが今の日本では、特に中国本土では知りませんが、日本では紙に書きまして、それを石に貼り付けて彫っていくというね、本末転倒のことになっております。それはなぜそうなるかっていうと、石の上に書けないからですね。石の上に直接書ければそんなことしなくっても直接書いて彫っていけばいいんですけれども、書く力がないわけですね。書けないんですね。だから紙に書いて、貼り付けて彫るわけですけれども、今や何て言うんでしょうかね、レーザーで彫るとかってなってますね。非常に便利な時代になってますけれども、いわゆる、石に彫り込むっていうことは必ず奥行き、深さがあるわけですね。それを紙だと深さっていうものを一枚のペラペラの紙に深さなんてないと思うけれども、きっちりとこれコンマ何ミリでしょうかね。紙の厚みっていうものは紙によって違いますが、コンマ何ミリの世界だけれども、筆を立てることによって墨が落ちていく、縦に落ちていくわけですね。そうやって、いわゆる立体というよりは厚みのある世界を目指すわけですね。それが今の時代は、中国本土のことは分かりませんが、日本の場合はもう紙に書くことが書道であると
いうふうに思われてしまってるかなと思いますね。そして、形だけにこだわる。その形だけにこだわるんだったらデザインということですよ。深さがない二次元の世界、平面の世界っていうことはデザインということですね。ひたすらデザインをやってきた。でそれは人になかなか、もちろんデザインも素晴らしいものありますけれど、なかなかね、平面的な行為では人に感動を与えることができませんですね。生きてるということが、表すことができないわけですね、平面の場合はね。そうやって、今の現代の日本の書道っていうものに対してもちょっとハテナマークを、ちょっとというよりは大きくハテナマークをつけておりますが、これも時代の流れだから仕方がなかったんだろうと今思っています。それで、私はたまたま、中国正統的洋筆法奥老根の世界っていうものに出会いましたので、約30年間コツコツとわけもわからないひたすら日々を書の筆を持って、やってきましたけれども、今ようやく、要するに芸術としての書っていうものは作品が生きていなくては、作品が生きるっていうことは書いた文字一文字が生きていなくては、一なら一という字が一本の横線が生きてなければ、点一個が生きてなければ我々は感動することはできないわけですね。生きてさえいればちょっとブスコちゃんでも構わないんです。きれいな、ただただきれいな形で生きてないものよりは、生きていればブスコちゃんでいいわけです。よりきれいさをっていうのは、それは最高のものですけれども、ブスコちゃんでいいんです。我々、みんな主婦ですから日々のお料理をしてますでしょうけれど、きっちりと毎日、例えばハンバーグですね、おいしいものがきっちりとおできになりますか？どうですか？言ってみて。どうぞ遠慮なしないで。もう毎日「はい、私はきちっとできます」ってできないですよね。たかがハンバーグ1個が思うようにできないですね。思うようにやったつもりでもできないですね。で初めて作った時はうまくいったと思うのに、またこの間はあれ美味しかったから、だから同じものあれ作ろうと思って、テレビで見るかなんか本を見て一生懸命やったらすごく美味しくできた。この間うまくいったから今度あれ美味しかったから作りましょう言って作って2度目美味しくできた人います？主婦の経験上2度目絶対美味しくできないんです。なぜか。同じようにレシピを見て同じようにやったつもりなのに美味しくできない。それが私はね、主婦というか、主婦っていうとまた、今の時代そんなふうに言うのは良くないかもしれませんが、いわゆる家族の料理を作ってきたものにとりましては、そういうことを常々うん十年間思ってきたわけですね。そうすると書も同じなんですね。一生懸命習って「いいのができたわ、もう今回はもう先生に褒めていただいたわ、頑張ろう」と思う。次書いたらあんだけできたはずなのにできない。そうじゃないですか？おかしいな、どこが違うんだろうって、同じように言われた通りにこういうふうに筆使いもきちっとしてやったのにできない。じゃあ3度目はきちっとできるか、またできない。それを繰り返すわけですね。でそこには辛抱しかねクリアする方法はないですね。でもそのうちに何かしらそれがなんとなくちょっと良くなっていく。でそれをいわゆる練習をやめないでコツ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 やってると、ある日突然素晴らしいものができる。
でさっき言ったようにまたこの間素晴らしいものができたのにまたできなくなったわって言ってもう本当に心はこんな風になりますね。でもそれが普通というか自然なんですね。だからできなかったことにこだわらない。じゃあそんな思いをするの嫌やからもう練習するのもやめましょう。お料理のハンバーグももうやめちゃおう。献立から外そう。そんなことしなくっても出来が悪くってもいいんです。やってれば数をやってるうちに何かしらできるようになるパーセンテージが高くなってきます。それが練習を積み重ねることなんじゃないかなと思うわけですね。そうやって一つはここはもうみんな主婦ばっかりですから、お料理家族の家庭のお料理に例えて言いましたけれども書っていうものもそういうことなんですね。でじゃあうまくいかない原因は何なのか何だろうと思います？お料理にしても書にしてもうまくいかない原因は何だと思います？マンネリ？気が入らない。気が入らない。一つね。マンネリでも筆を持ってるわけでしょ。だからいいことや。もっと美味しくしてやろう。もっと上手に書こう。そう、欲、人間の欲が災いするわけですね。いろんな要素がいっぱいありますけれど、要するに欲との戦いなわけですね。どうしてもお料理にしても書にしてもこういうふうにこういう感覚でこういう筆使いで分かっちゃいるのに手が動いてくれない。それを、師匠からは指摘される。でも私の立場からすると指摘せざるを得ない。それをいいですよいいですよいいわねいいわね言ってたんでは大嘘になりますから、それはご勘弁を願いたいと思うんですけどね。だからそうやって要するに欲との戦いをやりながら少しでもいいものをと思ってやるわけですね。でそれしか方法がないと思います。いわゆる手でやることね。手でいろんなものを書も手を使う、お料理も手を使う、全部手というものが大きな問題ですから、その手は勝手に動いてくれるんだけれどもその自分の心とか精神状態の中で変わっていくわけですね。でこれは私という人間が悪いからとかそうではいいからとかそういうことではなくって人間っていうものはみんな 100% 絶対そうなんです。お偉い人が僕は違いますよ言うたってそうはいかないんです。だからみんな一緒なんですね。でじゃあどうやって少しでもいい字を書きたいいい線を出したいっていうふうに生きた作品を作りたいと思うならただただひたすらコツコツやるしか方法がない。焦ってもダメだし、じゃあ横着してちょっと休憩ばっかりしてたんではこれまた進まないね。山登りと一緒ですよ。そこら辺の低い山に登って登れたぞって思ったら今度次の高い山が次来てる。また次山がある。そうすると私がね周先生に着いた頃ですね、半年ぐらい経った頃に、45歳の時でしたけれども、毛先が動くようになってお黒コンが出るようになったねって言って褒められてルンルンで頑張ったしとか思ってました。で何かの拍子にその山が見えたんですね。まず最初にお黒コンが出ることを訓練したわけですけれど、その山一つ登ったからだから富士山で言えばもう頂上に近いところまで来たなと。そしたら8合目9合目まで来るとこの山からこれが山としますとねコツ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 これ登ってきてねちょっとこうやって背伸びしたら向こうが見えた。
そしたら山が幾重にも重なって見えたんですね。それでもう実は3日間寝込みました。もうってこの一つの山で終わりだと、もうてっぺんに近いぞ、私はやったぞって思ってたのに、首から上がポッと出て向こう見たら、まあいわゆる中国の山水画の世界、連山ですね、高い山の連山がうわーっとあって、もうショックで、3日間実は寝込みました。これだけ頑張ってきて、相当私も頑張りましたよ。いろんな意味で頑張りました。で、なんとかちょっと頂上に近いかなと思ってふっと見たら、なんとすごいんですよ。でその山を言ってみたら、山がこういくつもあるわけね。でこの山、ここからコツコツみんな一生懸命登ってる。ここの山終わりますね。次の山、ここにこうありますね。次のこっからここになんとかここまで来ました。次の山どうやって渡ります？降りて谷を渡って登らんなりませんね。次また降りて谷を渡って登らんなりませんね。これの連続なんですね、今も。もうね、ここだったら次の山こんなにあれば、ここの中腹にポイと行きたいじゃないですか。残念ながら行けない。降りてまた下からコツコツというね、そういうことをせざるを得ないっていう思いでね、その当時、3日間寝込みました。でもこの書の世界にものすごいやっぱり魅力があって、何がどうか分かんないけれども、ただただコツコツと、歩こうかなというね、走っても息切れがしますから、コツコツ歩くしか方法がないなっていう思いで、今まであっという間に30年が来たわけですけれども、今日はそんなお話よりは洋筆法のお話をしなきゃいけないんですけれども、要するに、芸術をやるからには作品が生きていなくてはということに尽きるわけですね。でその作品を生きるということには、作品を生きた字を書くというにはどうしたらいいかということが大きな、課題になっているわけですね。それで、ちょっと休憩を入れます。